サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。いやー、お腹が空いたであります。ちょうどいいとこに卵が。っていうことは今回はカルボナーラリクエストもいただいてたんで、おすすめの作り方を紹介していきます。まずはベーコン。これはもう厚切りのものに限ります。僕はパンチェッタは使わないですね。スモーキーなソースを作ってそれで食べるのが美味しいと思うんで、こういう感じでゴロゴロっとカットします。もちろんパンチェッタでもいいですけどね。卵は比較的黄身の濃厚な感じの方がもちろん美味しいんですけど、でもどんな卵でも正直全然大丈夫です。むしろね、卵で言い訳しちゃいけないんで。そしてパルメザン。これはね、すってあるものよりやっぱこうやってその場でする方がいいでしょうね。ショック。15g ぐらい。そして生クリームも加えます。なのでね、ローマ風のカルボナーラではないですけど、ただね、こっちの方が美味しいと思う。そして黒胡椒を20カリカリぐらいしましょう。しっかりとした味に切れ味を出しておく。ここから冷たい状態でベーコンを炒めていきます。これぐらいの油の量です。ゆっくりと色をつけてベーコンから香りと味をしっかりと引き出してあげましょう。でこのベーコンがソースのね味の根幹を担ってるんで、しっかりと味を引き出してあげることが大事です。かといってね、そんなカツカツにしちゃうと今度は食べた時に美味しくなくなっちゃうんで、そこはバランス取った方がいいです。で火を止めて余熱でニンニクのみじん切りほんのちょっとで、塩は 1% 入れてます。茹で汁に。パスタは僕はカルボナーラにはディチェコですね。バリラもいいんですけど、ディチェコのやっぱ小麦感がないと卵に負けちゃうんですよね。卵感に支配されるパスタみたいになっちゃうんで。これ結構分厚いです。12分ぐらい茹でるやつかな。それにしました。お皿もしっかりとね、そうしっかりと茹で汁は大さじで5杯ほど入れてます。これでさっきのベーコンの旨味がフライパンの底にこびりついてたんで、それもねこそいであげます。そして弱火にして待機しておくといいでしょう。これぐらいシャバシャバの状態でいいと思います。そしてパスタは表記よりも2分早く引き上げてます。でこの中で茶碗蒸しだったりフランをね作ってるような感覚ですよね。あれぐらいの水の量に対して、この卵、生クリーム、チーズっていうのが入ってる。もうこの時に火を完全に消しといた方がいいっていう人もいらっしゃると思うんですけど、弱火であれば僕は全然問題ないと思いますね。そうすればそんなにすぐに卵に火は入らないんで、このまま鍋ゆすって、パスタ絡めて火加減を見ればそんなに慌てることはないです。そしてね、合わせていくうちに様子見て、まだちょっとシャバいなと、水分多いなと思ったら、ここから火を中火ぐらいで強めてさらに様子を見ていく。でしっかりとパスタにまとわりつかせるソースを。そうするとね、いい感じに吸ってくるんで、そしたらちょっと例えば吸いすぎちゃったなと思ったら茹で汁で
微調整。これでいいと思います。そうすればね、こうボソボソになる理由が見つからない。でこれでちょうどいい感じですね。こう傾けてゆっくりとソースがタラーってなるぐらい完璧だと思います。それじゃあドレスいきましょうか。美味しく仕上がったと思います。美味しく仕上がっててほしい。で最後にしっかりと黒胡椒12カリカリぐらいですね。ボナペティ。これであれば塩とか一切使わなくて済みますし、旨味をねこう重ねていくような感じで味を引き出すんで非常にいいんじゃないでしょうか。体にも。前ねイタリア旅行行った時とかローマでしたね。あの時はそこで食べた、パスタがねひどくて、カルボナーラがパスタとスクランブルエッグをこう混ぜたようなこうボソボソ中のボソボソっていう、なかなか信じられない。これが本国のパスタかって結構ね逆に衝撃を受けたんですけどね。もうあの時の衝撃忘れられないです。まあね、でも逆にねそういうのもいいかもしれないですね。新たな発見というか。あとはそうだな、ポルチーニも美味しい時期になるから、次パスタやるとしたらポルチーニのパスタやってみるのもいいかもしれないですね。お、そろそろ時間が迫ってきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまた。アビアント。